さあ始まりました。元美容師による古民家 DIY の時間です。前回の動画で総集編をやったんですけども、この古民家をやり始めてなんとですね10ヶ月が経ちました。このシリーズで50本も上がってるんですね。50本以上、53本かな。なので一回視聴者さんからもこの10ヶ月間を振り返ってほしいというお声もいただきましたので、今回この10ヶ月を振り返っていきたいと思います。それでは早速やっていきます。最近名前を付けました。この民家のみんちゃんです。今日はもうめちゃくちゃいい天気ですね。本当にここもめちゃくちゃ景色変わりましたね。もう一番最初は本当に天井、床、壁か差し紙の上に全部壁が入ってたんですよね。それを落として、で天井も落として、で床も剥ぐって、一回もう外壁だけにしたんですね。差し紙が山側にこうスーッと倒れてたんですね。傾いてたんです。で、大工の棟梁とか手伝ってもらってジャッキアップしてシャキッとね水平が出たっていう形です。今まずね奥のこの寝室をやっていきました。こんな感じでむちゃくちゃ変わりましたね。ここは天井からねやっていったんですけど、この細い羽目板、これ良かったですね。なんか古民家にもマッチしてたなって思います。古民家の最大の難所というか、差し紙がものすごい太いんですよね。で頭上にあれだけがボコってくると、なんかやっぱ違和感があるというか気になるというかで、あそこの縦にルーバー入れて、一応デザインとしての機能を、つけてみたっていう感じですね。で、このベッドとの関連も合わせてデザインにしたっていう感じです。でやりたかったのがこのウォークインクローゼットですね。当初一番最初はドア付きみたいな感じで考えてたんですけど、やっぱりこの両脇が空いている、圧迫感のないものにしてみようということでウォークインクローゼットをやってみました。これも良かったですね。今中がね稼働してるわけじゃないんですけど、これ電気屋さんグッズ置き場になってますね。でここですね。ここはねやっぱサッシを入れる予定なんですけど、なかなか手がつけられない。いつかやろうと思ってます。お楽しみに。でこの部屋はもともと壁とかがね、この壁とかもなかったんですけど、当初、11月から作業を開始して、冬だったんですね、作業開始が。じゃあもうめちゃくちゃ寒くて、とにかくあったかい部屋が欲しいっていうことで、ここに壁を作っていこうということをやってきました。でおそらくねこれ正解だったと思います。やっぱりねどっかあったかい部屋がないと家全体としては使いにくいんじゃないかなと思います。ただ逆サイドめちゃくちゃガラスなんで、ここはね20窓ぐらいやらないと全然あったかくならんだろうなと思うので、また冬に、できたらなと思ってます。結構ねこれご好評いただいた時計なんですけどね、ちゃんと止まってますね。まだ1年も経ってないけどな。で照明はここダクトレールでスポットライトと、あとこのねぼんぼり、これつけたかったんですよね。これ夜はねかなりいい感じなんですよ、雰囲気としては。でここのライトをどうしようかと思って、残そうか残すまいかって、とりあえず電気屋さんにも一旦残しといてくださいって言ったんですけど、裸電球で残ってると。で床はヒノキのフローリングなんですけど、このベッドも全部オールヒノキなんで、この部屋入るとねむちゃくちゃいい香りがするんです。匂いをねお届けできたいのがちょっと残念ですけど、ルーバーもねかっこいい。このコントラストも結構好きなんですよね。クリアとベンガラですね。これはこのスイッチコンセントなんですけども、パナソニックのアドバンスっていうシリーズなんですけども、これかっこいいですね。これ良かったな。この部屋で後悔してるのが、結構シーラーが甘くてアクが出てんすよね。もうこれ残念。シーラーはやっぱ重要で、あとこの下地の処理の粗さしんどかったんやろな。完全に集中力なくなってますね。これボコ継ぎ目んとこね、ここ対照的に残ってますね。こっちがカビ、こっちが拭いた後、この拭き取り作業が結構大変。じゃあ次の部屋、今ねここ床の間取り掛かり中。この押し入れのドアめっちゃ悩んでます。外がいい景色ですね。
こもねかなり苦労しましたね。手間暇かかってるんですよ。この床下がもうすごかった。もう地獄絵図みたいな、もう湿度の塊みたいな感じでしたね。床がブカブカになってて、はぐるともう開口も何もない、全く風が入らない構造になってたので、床下のねブロックのところをね抜いて換気口をつけました。ぜひね見られてない方は動画見てほしいな。全体的にここは、トイレって一番全体のデザインからはぐれてもいいところだと僕は思ってるので、和モダンっていう感じで作ったんですけど、本当に僕的にも結構満足いくレベルのものが作れました。トイレもね自分で据えてすごい楽しかったですね。でこの床もなんかね初めて使った素材だったんですけど、結構難しくてもっとプカプカ浮いてくるかなと思ったけど、まだ大丈夫ですね。このホルダーもね作って結構気に入ってますね。素材感で言うとこのねここ珪藻土塗ってるんですけど、おそらくここは珪藻土じゃない方がいいですよね。掃除しやすいもっとつるんとした素材の方が合ってるんでしょうね。なんでこんなの貼ってます。いつもトイレしながら思うんですけど、こういうマスキングあれなみたいななんですね。こういう部分とか自分で荒探してますけどね。トイレは今何事もなく気持ちよく使えてます。最後はいろり部屋です。この土間からの眺めもねすごくいいですね。この前ねフローリングが足りなかった、次足した部分ですね。僕なりにめちゃくちゃ上手に貼れたと思うんですけど、残念ながらこれ動画撮ってないんですよね。ここは色を塗ってちゃんとつなぐ予定です。今ツートンカラーみたいになってますけどね。このフローリングと向こうに進むフローリングもあるので、それが全部同じ色で統一されてるようにしたいと思ってます。このいろりはねもともと天井があったんですよ。ここだから壮絶な戦いなんですよね。土壁もね初めてしましたけど、もうむちゃくちゃ手間かかるんですよ。でもうね割れてるんですけど、土壁ってね割れてるのもありなんで、この辺は風情と捉えてます。なんかこの割れてるところに抜きが入ってるんですけど、抜きの部分にしっかり藁を入れて塗るとなんか割れないみたいなことを聞きました。それね塗ってから聞いたんですよね。で藁も持ってないし。この壁は珪藻土なんですけど、ローラーでさーっと塗れてね、これすごい良かったですね。綺麗に塗れてすごく簡単で、その次この壁やっていったのかな。ここはね実はヒノキのはめ板の方が良かったかなとすごく後悔してた部分なんですよね。なんか杉のはめ板にしたことによってすごいねやっぱ赤み白みでうるさい感じになってしまったんですよ。でただ昼間見るとねあまり良くないなと思ったんですけど、ライトがねオレンジライトで照らされるとなんとなくいい感じになったなとほっとしてます。実は張り上がりちょっとやっちゃったなみたいな感じで思ってました。で次これねメラミン化粧板、これはもうすごかったですね。いやこういうねつるんとした感じっていうのはなんか DIY 的にはなかなか出せないものなので、やった満足感みたいなのはすっごいあるんですけど、とにかく難しい。もう一発勝負なんで合わせようと思ったらもうくっついてんですよね。でもなんとかなってよかったと思います。この辺のね水切りの位置が全然違うとかね、この細々とした反省点はいっぱいありますけどね。でこのコーナーのとこなんですけど、その前は扉がついてて中に円卓みたいなのが入ってるんですよ。その構造を見ておそらく絶対使わんだろうなって思って、もうここはもうはめ殺しにしました。なんか活用方法を考えればよかったのかもしれないですけど、もう頭が回んなかったですね。床はこの松の 30mm なんですよね。この塗装もやっぱちょっと火が立ってくる方がいい味出ますね。やっぱもう踏んだ感じとかのね重厚感がやっぱ素晴らしいですね。このいろりねもう最高ですね。まだまだ遊べるというか、新しいアイテム手に入れた感半端ないですね。これに関してはどんどん遊んでいきたいですね。この辺のね塗装のミスはもう痛恨のエラーですけどね。焼きもねほんといい色出てますよ。焼いた感じは。この前いろりの上になんでこの魚がいるんだっ
っていうね話を聞いたんですけども、魚っていうのは夜寝ないらしいんですよね。で目をつぶらずに寝るっていう感じで、目を閉じてしまわない、完全に寝てしまわないので、人間が願掛けして、この火元を見張っているっていう、寝ない魚が見張っているっていうような感覚でここに魚をつけたそうです。僕の友達曰くなんでそのままお伝えしてます。これで寝室といろり部屋とこっちのねトイレをご紹介しました。でまだまだやることはあるので、今からねこっちの部屋を作っていきます。あとこの建具の多さね、もうめちゃくちゃあるんですよね。こっちにも2枚で、こっちもここにもあるし、ここにもまだ2枚ねあるし、壁じゃなくてやっぱこういう建具とか襖でいろんなこの空間を区切ってたんだなと思うと、やっぱこういろんなことを家の中でやる必要があったんでしょうね。冠婚葬祭だったり、地元の集まりだったりで、今後はこっちのね田の字の南終わったら多分お風呂の方か外のウッドデッキとサウナですね、これをやっていくんで、その後最後にこの土間です。あと残ってるのは田の字の南、お風呂、外と土間、この4つになりますので、まだまだあるのでね、これからもぜひぜひ楽しみにしていってください。最後までご視聴ありがとうございます。10ヶ月間の振り返りいかがだったでしょうか。本当にDIY っていうのは、取り掛かり楽しいんですよ。で途中は結構きつい時がやっぱあるんです。なんでこんなことやってしまったんだろうとか、やっぱりいろんなところが痛くなったりしてきて、でもねやっぱできた時の爽快感はもう計り知れないものがありますんで、こういうところで言うとマラソンとか山登りとかに似てるのかなと僕は勝手にそういうふうに思ってます。でこんななったらいいな、あんななったらいいなってそれを作ったり直したりしていくわけですけども、これがね本当に想像と想像したものを実際に作ってみる、本当にね人生のようなものだなと僕はそういう風に感じてます。でこれからも、いろんなものをね直したり作ったりしていきたいと思ってますので、またぜひぜひご視聴してみてください。想像と想像、 DIY は人生だ。